今回の産業まとめ。韓国最大のチャイナタウン。名前は？大統領請願でダントツ1位。建設反対のもう一つの理由。政治的には韓国は中国政府の方針に寄り添う中で、民間レベルでは中国に対する嫌悪感情が高まっているようです。カンウォンドで開発が進められているチャイナタウンの建設。正しくは中国複合文化タウンと呼ぶそうですが。3月の12日に株主総会が行われて、韓中複合文化タウンに名前が変わったそうです。ともかくこの巨大なチャイナタウンの建設に対して反対の声が広がっているようです。3月29日に投稿された、カンウォンドチャイナタウン建設を撤回してくださいという請願には現時点で60万以上の賛同が寄せられ、政府担当者が回答することになります。こちらは現在のカンウォンド知事のもと2019年末に着工し、2022年の北京五輪までに完成を目標としている韓国最大規模のチャイナタウンです。昨今の民間レベルでの反中感情の高まりが、こうして注目を集める請願になったようです。請願では、なぜ大韓民国に小さな中国を作らなければなりませんか？中国に韓国の土地を与えてはいけない、などと書かれています。また、同知事が工事着工当時、中国人民網のインタビューに文化の一帯一路と発言したことが今になって問題視されています。この事業は中国人民日報の関連会社が中核事業者となっていて、税金が投入されているわけではないようです。近隣では中国の東北皇帝に反論可能な遺跡が発掘されたこともあり、そういった側面からも反対の声が高まっています。編集書簡。今回の概要。禁韓令解除の切り札。一帯一路の象徴。作ってもやめても地獄。最近の韓国の外交を見ていると、米中の間でバランスをとっているとはいうものの、中国に対する配慮が目立つところでもあります。韓国政府の方針は、とにかく中国の怒りに触れることなく、最大の懸念の一つである禁韓令の解除を目指すことです。米国や日本に何と言われようともこれを貫き通すというのはムン・ジェイン大統領の確固たる意志なのでしょう。まあ頑張ってください。毎回のことながら、民主主義国家として言うべきことを言えていないんじゃないかということについては一言つけておきたい。それも含めた中国への異常なまでの配慮のおかげで中韓関係はまあまあ良い状態にあると言えるようです。それでも禁韓令解除要求は丸無視されちゃいましたけどね。このチャイナタウンプロジェクト、反中感情の高まりを受けて名前とか中身とかコロコロ変わっていますけど、こちらへの批判は相当なものです。2017年頃に草案のようなものが出て、2018年に覚書を交わし、2019年末に着工をして、現在は北京五輪までの完成を目指して工事が行われているようです。同知事は当初は反対が一つもなかったと話しています。コロナ前で、中国人観光客をいかに集めるかが重要でしたからね。とはいえ禁韓令が解除されずにどれだけの中国人観光客が期待できるのかは謎でしたけどね。ただ、中核事業者が官営メディア人民日報系列の会社ということもあって、これが完成すれば何かしら前向きな動きがあるのではないかという考えもあったでしょう。中国資本で作られたこの巨大施設に中国からの観光客が訪れるということは十分考えられますしね。当初は中国複合文化タウンと呼ばれ、韓国国内で中国の文化が体験できるものということでした。あれ、韓国人向け？いえいえ、あくまで中国人向けらしいですが、中国人がわざわざ韓国に行って中国の文化を体験するかな？なんだかよくわかりませんが、対中感情の悪化を受けて名前と方針を少し変更。韓国文化も突っ込んで韓中複合文化タウンとしたようです。これがつい1ヶ月ほど前。今度は韓国の文化も入れたので中国人観光客も訪れるだろう、などと言っているようです。見方はいろいろありますが、一帯一路3カ国にチャイナタウンと中国文化を知らしめる施設を中国資本で作って、国民に中国の力を見せつける。そんな意図であると考えるならば、いいように扱われているような気がしますね。中国の文化展示から中韓両国の文化展示に変更されたのは、韓国国内の反発を鑑みて、人民日報側が路線変更をしたのではないかと思います。
K-POP や韓国ドラマの資料展示なんて、逆に韓国人が見ても面白くないでしょう。もろに中国人向けだと思います。西岸にあげたくなる気持ちはわかりますが、とんでもなく後の祭りだと思います。それでもかなり盛り上がって何かが起きそうな気配もあります。とは言っても、ここで急転直下で建設中止になれば中国が黙っていないでしょう。お金を出しているのは中国側ですから。なんかこういうのって、中国人観光客がたくさん訪問していた時に、中国人が土産物屋やホテルを作って団体旅行客を迎えていたことを思い出しますね。こういうものによって中国人の中で中国人のお金が回るような仕組みになって、韓国にとってはそれほど有益じゃないんじゃないかと。そして金関連で引き潮のように中国人観光客が減り、中国資本もさっと引き上げて空っぽになった最終島を想起してしまいます。環境が破壊されて、買い占められた土地が売り出されて空っぽになった姿。これ、世界中のリゾート地でも同様のことがあったそうですが、共に民主党の親中左派知事が考えてやったことのようですけど、とんでもないことになってしまいましたね。そういえばこの周辺で古代遺跡が発見されて、その保存をどうするみたいな話も浮上しています。海外から誘致したレゴランドが遺跡発掘現場近辺をコンクリートで埋めてるらしくて、このままだと東北皇帝への反論の証拠が失われるとか。チャイナタウンもレゴランドも、結局中国の利益にしかならないのでは、なんて声も上がっているようですね。チャイナタウンといえば横浜ですね。横浜中華街はだいたい500メートル四方らしくて、25万平米ってことになるのかな。このカンウォンドのチャイナタウンは120万平米らしいから、その5倍くらいらしいよ。大きいのかな？あんまりよくわからないね。横浜中華街は余裕で歩いて回れるけど、その5倍となると丸1日潰れるくらいの規模かもね。数字だけじゃ大きさよくわからないね。どこと同じくらいだろう。東京ドーム25個分、国立競技場11個分くらい。余計わからないよ。まあとにかく中国人観光客を見込んでどでかい中華街を作ったってこと。横浜中華街って中国人来るのかな？さあ、知らない。行かないんじゃない？なんとなく。あんまり行ったことないけどね。私もここ数年行ってないかな。昔杏仁豆腐を作るために杏子の種を買いに行ったりしてたけど。うわ、女子力アピール。してみたよ。あとはカレーのスパイスとか。食事とかはしないの？あんまり。だって高いしね。高くない？全然行かないからよくわかんない。そもそも高いところ入らないし。なんかテレビに出て行列ができるとすぐに質が落ちるって話をよく聞くよ。そういう話って本当なんだ。ほら、長老なんかは行きつけの店があるらしいんだけど、相手が日本人でも平気でそういうことするんだって。常連様にも？そうらしいんだよ。それで、しばらくしてブームが去ったらまた元に戻るとか。儲からなくなったら真面目にやるんだね。それが1回や2回じゃないらしくって。学習しないんだね。そう。話どこかに行っちゃったね。無駄に女子力アピールしたせいかな。ゆるりん、ありがとう。誕生日のプレゼント。まさか本当にこれをくれるとは思ってなかったから驚いたよ。ああ。今回は特別だよ。ほら、チャンネルへの貢献もあったからね。材料と調味料を入れて、ボタンをピッと押すだけであっという間にお料理ができる魔法のお鍋をもらいました。ははは。私も同じの買ったんだよ。だからついでだよ。情報交換できるしね。本当にありがとう。届いてから毎日使ってるよ。はは。私も。今まで作ったことがなかったお料理たくさん作ってみたよ。材料を切って入れるだけだもん。それなのにすごく美味しいの。これはすごいね。カレーも炒めたり煮込んだり混ぜたりしなくちゃいけないのに、これはピッて押すだけで全部自動でやってくれる。夏とか冬とか楽だよね。台所に立つ時間減るから。夏は特に、冬は火で暖かくなるからまだいいけど、夏は本当に地獄だから。今日は塩麹作ってる。え？そんなのもやってるの？すごいね。明日は醤油麹も作るよ。
こういうのも半日でできるから楽。へえ、私でもできるかな？できるでしょ。時代は変わったんだね。結婚してもお姑さんからお料理を教わる時代は終わった。今はピットをしてチンでできる全自動の世の中なのね。楽ちん。2週間で得意料理がいっぱい増えたよ。これって手料理だよね。だから、私の得意な料理は、八宝菜やラタトゥイユ、タンドリーチキンです、とかこれから言えるんだよね。嬉しいな。なんか国際色豊かだね。タンドリーチキンなんてできるの？書いてあったよ。とにかく、ゆるりんのおかげで女子力かなり上がりました。上がったのかな？問題は手料理を振る舞う時だよね。なんだ、電気鍋買って笑われちゃうんじゃない？得意料理の作り方は秘密なので、絶対に覗かないでくださいってキッチンに閉じこもってこっそり作らなきゃね。鶴の恩返しみたいに。ふふふ。覗いたらどうなるの？見たなーって言いながら、鍋をさっと隠す。なんか大変そうだね。それによそで作るときは、あの重い鍋持ってかなきゃね。なんかいろいろ面倒だね。やっぱり人に自慢するのはやめた。一人でこそこそレパートリー増やして料理を楽しむことにするよ。それが無難かな。今日は何を作ろうかな。何でも美味しく作れるから太っちゃいそう。